はい。では、始めさせていただきます。はい。本日はデータ分析はじめの一歩 AI 活用編ということで、セミナーの方を開始させていただきます。はい。まず、私の簡単な自己紹介をさせていただきます。私、クラスメソッドのジョン・スミスというものです。普段はですね、機械学習ですとか、あとは、先日セミナーやらせていただいたんですが、アルタリクスなど、普段行っております。はい、ではですね、本日の内容に関してまず最初に説明させていただきます。まずですね、本日 AI 活用編ということで、AI とはそもそも何なのかっていうところを最初に解説させていただきます。その上でですね、じゃあ AI を実現するために必要なものというところで、AI 実現に求められるスキルセットですね。で、あるいは、はい、今 AI 技術で、最も話題のディープラーニング、深層学習とですね、それ以外の技術の部分、どう違っているのかっていうことに関して解説させていただきます。で、その後にですね、実際の、機械学習でどういったことができるのかという部分、説明させていただいて、最後にですね、AWS 上でですね、AI ですとか機械学習のサービス、どういったものがあるのか、あるいはですね、AWS 以外のですね、先ほども自己紹介の方でも解説させていただきました、アルタリクスなんかについても説明させていただければと思います。はい、まず AI とはという部分ですね。まずですね、AI、あるいは日本語で人工知能と呼ばれているものなんですけど、こちらですね、正確にはですね、何を指してこれが AI と呼ぶかっていうところに関してですね、1位に決まっている定義っていう明確なもの実はないんですね。で、多くの人がいろんな、こういうものが AI だというふうに提唱するものがあったりはするんですが、人によって多少、定義が異なったりとかっていう部分があります。で、それら多くに共通している部分っていうところでですね、AI の定義、主に大体こういった2種類の考え方がありまして、1つ目はですね、ある何らかの特定のタスクっていうのをですね、通常の、コンピューターのプログラムですと、あらかじめすべてこういう動作をしてくださいという、ルールを設けるんですが、そういったものではなくですね、自分からですね、何かしら、その状況に応じた判断を行うようなプログラムという部分で AI というものを定義しているというパターンがまず一つあります。それからですね、一般に、認識されているパターンとしてはこちらの方が、多いかと思うんですが、人間と何ら変わらない同等の能力を持っているですとかですね、そういったものに基づいて、人間と共に行動したり、一緒に、行動したりですね、あるいは何らかの判断を行って、自ら動く、そういったコンピューターというものを創造されるという2種類が考えられます。で、これらですね、こういった2つのでどういった違いがあるのかというところですね。こちらもですね、近年、AI の流れですね、一般的に、言われるようになったもので、汎用型 AI と特化型 AI というものがあります。まずですね、先ほどの定義の、上側の方ですね。こちらいわゆる特化型 AI と呼ばれるもので、こちらはですね、何らかの、あらかじめ定義された特定のタスクっていうのを解くために、実装されたものになります。例えばこちらですね、売上の予測を行うための、AI ですね。こういった要素を使えば、これだけ売上が伸びますよですとか、あるいはこれだけ下がりますよといったものを予測するような AI。あるいはですね、最近よく見かける商品や、コンテンツなどをレコメンドするような仕組みですね。あとこちら、最近も、比較的話題になっておりますが、コンピューター将棋やあるいは囲碁なんかといったようなゲームをするような AI。そういった特定のものを実行する、そういったものが、こちら特化型 AI になっております。こちらですね、今現在の AI ブームの主流となっているようなのが、こちら特化型 AI の実装になっておりまして、現在の AI ブームの中でですね、よく使われる機械学習ですとか、あるいはディープラーニングといったものも、こちらの特化型 AI として何らかのタスクを解くために実装されたものになります。一方でですね、汎用型 AI と呼ばれるものですね。こちら、想像していただくような仕組みとしましては、例えば、ドラえもんですとか、あるいはターミネーターといったようなですね、人間と一緒に行動して、見た目、ドラえもんなんかは見た目違いますが、
そのコード自体はそんなに人間と大差がなさそうな、人間の脳をそのまま再現するような仕組みですね。そういったものっていうのがあります。こちらに関してはですね、まだ、研究段階でいろいろ研究はされておりますが、こちら現在の AI ブームの中で、行われているようなものの実装とはまた別の技術を使ったものになっております。そのためですね、本日はこちらの特化型 AI というものを実現するために必要な要素についてお話しさせていただきます。はい、まずこちらですね、簡単に、概要の、最初に注意点となりますが、今回解説させていただくのは特化型 AI という部分になりますので、特定のタスクを解くためにっていう部分になります。ですのでですね、こちら、左側にあるようなですね、汎用的なものではないので、ものだけ用意して、例えばパソコンにインストールするですとか、あるいはロボット型でそのまま人間と一緒に行動するとかっていったような形のものではなくなります。それに対して右側ですね。こちら、主に機械学習を使ったような仕組みですと、多くのデータを与えてですね、それに基づいて何らかのルールを学習させていくっていうような仕組みになっております。こちらですね、自力でいろいろ学習させて、AI を鍛えるっていうこともありますし、現在ですとですね、この、右下にあるようなですね、クラウド上などでですね、あらかじめ、汎用的といいますか、一般的なので使うような学習をさせておいた AI っていうのを利用するだけといった使い方も可能になってきております。はい、では続いてですね、AI をですね、実際に、実現して活用するために必要な要素っていうのが、どういったものが挙げられるのかっていうところに関して解説させていただきます。まずですね、こちら、データサイエンティスト協会というところが提唱する、データ分析ですか、あるいは AI のために必要なスキルセットっていう要素を3つ挙げている状態になります。こちら、ビジネスの部分とデータサイエンス、データエンジニアリングといった3つの要素が挙げられておりまして、下2つに関してはですね、AI 実現するために高度なデータサイエンスですとか、数式、あるいは、統計などを使った理解がもちろん必要になりますと。また一方でですね、AI の仕組みを動かすために、そのデータエンジニアリングの部分で、その仕組みを、既存のシステムに載せるですとか、そういった要素ももちろん必要になるんですが、今回ですね、さらにビジネスという部分ですね、こういった要素も必要になりますという話になります。でですね、AI、先ほども、特化型と汎用型っていうところで解説させていただきましたが、何らかのタスクを解くっていうのが、今主流の AI となっておりますので、じゃあビジネス上解かなければならない問題っていうのはどういうところなんだっていうのを定義してですね、それに基づいて、それを実現するためにどういった部分で、どういった形の AI が利用可能なのかっていうのを検討するためのスキルが必要になります。はい、これらですね。もちろん、3要素すべて必要ですので、いろんな要素っていうのがですね、必要になりますと。高度な、データ分析の、AI の研究をしている人なんかはですね、なかなかビジネス的な部分ってどういった使われ方をしてるんだっていうのが分からなかったりとかっていうのもあったりしますので、一人の人間がですね、すべてを、理解して使いこなすっていうのはなかなか難しいという現実があります。そのためですね、様々な、実際に活用してビジネスを回すビジネスユーザーですとか、研究レベルの高度な、数学の部分を理解している人、あるいはそれをシステムに、組み込めるような人といった形で、いろんな人が協力し合ってですね、一つの仕組みを、作っていくっていう必要があります。そのためですね、こちら、何らかの形で、じゃあ AI 作ってよ、あとよろしくっていうだけでうまく回るかといえば、なかなかそうもいかないという現実があります。こちらですね、じゃあどのように、実際、プロジェクトを進めていくかっていう部分の話になるんですが、えーそうですね、AI を活用するための仕組みっていう部分で、そのやり方の一つですね、CRISP-DM という手法があります。
こちらですね、いくつかのフェーズに分かれて、それを順次実行していくといった話になっておりまして、こちら、まず、上の部分ですね、こちらにあるように、最初に、入ってくるのがビジネスアンダースタンディングとなっておりますが、先ほども解説させていただいた通りですね、まず最初に、何を使って、AI を使って解きたい問題、やりたいことは何なのかっていう部分を明確にしますと。その上でですね、実際に AI を動かすためにはデータが必要ですので、今どんなデータがあるのか、それから、今後どんなデータを収集させないとうまく回らないのかっていった部分を、確認するフェーズですとか、データを実際に使えるようにする部分。で、あるいはそれをもとに AI を実装して、うまく動いているかの確認ですね。で、あとは、それをじゃあ実際に運用しますよっていった部分の要素が必要になってきますと。これら、すべての要素を回すためには、先ほど3つのスキルセットのような、持った人材が複数に携わって、その中で実際に回していくという形になります。またですね、こちら、外側に大きく、矢印が書かれてますが、この、サイクルというのはですね、一度やったらそれで完了かと言われると、そんなこともなくてですね、何度も繰り返し、うまくいくかいかないかっていうのを試行錯誤したりですとか、あるいはうまくいったものをさらに、活用していってといった、そういったサイクルの形で回していく必要があります。はい、続いてですね、じゃあこの AI を実現するための、要素技術と、機械学習、あるいは深層学習ってどういう要素なんだっていう話をさせていただきます。まずですね、こちら、よく見かける、階層分けですので、すでに見たことある方もいるかもしれません。こちらですね、AI というもの、最初に解説させていただいた通り、AI に関してはですね、1位に決まった明確な定義はないという部分で、様々なものを含めて、コンピューターが知的に動いているように見える振る舞い全般を AI と呼んでおります。その中でですね、機械学習と呼ばれる、現在、その AI の実現のための主流の技術というのが、一つの AI を実現するための要素となっておりまして、さらにですね、ディープラーニング。ディープラーニングは機械学習の、様々なある手法の中の一つという位置づけになっております。ではですね、AI、先ほどの、スライドのように機械学習、深層学習という階層になっているというお話をしましたが、じゃあ、それ以外にどういったものがあるのかっていうところですね、簡単にですが、過去に、どういった、変遷があったのかっていうのを解説させていただきます。まずですね、AI が流行った時期っていうのは過去に、今回の、今流行っているものを含めて3回ブームが訪れております。まず第1回目ですね。こちら、推論と探索といった話になっております。こちらですね、本当に、コンピューターというものができ始めた初期の頃ぐらいからですね、かなり、盛んに行われている内容になっておりまして、最も単純に解説してしまうと、こちらの図にあるような、コンピューターがですね、迷路をスタートからゴールに自動的に効率よく向かわせる方法ですね。そういったものを、研究するような内容になります。こちらですね、この迷路の形になってるんですが、これをですね、要素に分解していって、こういった汎用的に使える形にすることで、何らかの探索をしていって、最終的に目的にたどり着くっていう部分ですね。そういったものを、コンピューターに、最も効率よく解かせるには、といった部分で、様々な研究が行われておりました。こちらに関してはですね、こういった、限られた空間、例えばこの迷路の中みたいな限られた空間の中であれば、うまく効率的な方法っていうのを見つけ出す手法っていうのがいろいろ提案されたんですが、じゃあこれをいざ現実世界に適用しましょうってなったときに、この中に定義されていないいろんな外部要因などを含むような環境っていうところでですね、うまくいかない、なかなかうまくいかないっていうことで、一度 AI 部分は下火になりました。続いて、第2回目のブームですね。こちらは、いわゆる知識工学といった部分になります。
ちらはですね、ルールベースですとか、あるいはそれを拡張したエキスパートシステムと呼ばれる仕組みですね。こちらどういったものかと言いますと、この図にあるようなですね、この、AI 君ですね。AI 君にいろんなルールをあらかじめ設定しておきますと。で、例えば、まあ、身長170センチ以上だったら、それ男性ですねとか、髪が短いってことは男性ですねみたいなものがここに挙げられておりますが、こういったですね、いろんなルールっていうのを組み込んでいくことで、例えばですね、えーよく例として挙げられるのが、医療の診断のようなシステムで、医者がですね、実際に病気を判断する際に聞いていくような質問っていうのを、こういった形で複数、並べていくことで、じゃあどういう状況なんだっていうのを判断するとかっていうような形でですね、表現していこうという試みが行われておりました。こちらに関してはですね、なぜこちら、なかなかうまくいかなかったかという部分なんですけども、こちら、ある程度はうまくいく部分っていうのもあったんですが、こちらに関してもいくつか課題がありまして、まず、専門的なものっていうのを本当に全部ルール化していこうと思ったときに、なかなか実際の専門家がじゃあ、明確に文章化したルールに表現しきれない部分があるですとか、すべてを、ルール化していこうと思ったときに、コンピューターって本当に何もないので、普通だったら言わなくてもわかるだろうっていう常識的な部分も含めてですね、すべてをルール化していこうと思ったときに、それが膨大な数になって管理しきれないですとか、いつまでたってもルールの構築が終わらないなど、様々な、そうですね、拡張していこうと思ったときに非常に、辛いという問題がありました。こちらもですね、ある程度、限られた領域であればうまくいきはするんですが、そのようにですね、拡張が難しいっていった部分ですね。あとは、それからこちらの例ですと、例えば身長が170センチ以上で男性と判断しておりますが、じゃあ、必ずしはそれが、的確かって言われると、必ずしはそういうこともないっていうことがですね、お分かりいただけるかと思うんですけど、いろんなルールを組んでいく中でですね、矛盾が生じてしまうとかっていった課題もありました。ではですね、続いて、今の状態ですね。ディープラーニング、今の第3次と呼ばれる AI ブームの時代です。先ほどはですね、エキスパートシステムという形で、ルールを、人間が明確にしていました。で、こちらの図で言いますと、この、ブラックボックスの部分が具体的なルールという形になるんですが、そうですね、これまでの従来の部分はですね、こういった形で、人間があらかじめルールを決めておくと、後からそれを使う人がですね、それに基づいて判断結果が出ます。といった形になっておりました。これですね、機械学習の仕組みを使うとですね、こちら何が起こるかというと、こういった形でですね、大量のデータをまず、コンピューターに与えますと。としたときに、このデータの中に含まれる規則性っていう部分を見つけ出してですね、ルールの部分を、自動的に、生成するっていう仕組みが、コンピューターで実現できますということが分かりました。こういったルールを学習させておくことでですね、後から、人が、じゃあ、この場合はどうなのって聞いたときに、この場合は、こちらですと電気がつきますとかつきませんとかっていったような、答えを得られるといった仕組みになっております。こちらですね、最初に、ブラックボックスの形で書かせていただきましたが、こちらのですね、実際の、じゃあどういった方法で何を学習するんだといった部分がですね、様々な手法、機械学習の様々な手法が用意されておりまして、例えばこういった形で、いろんなですね、ものですね、中身を組み替えることでですね、いろんなことが、実現可能になっておりますと。この中身として何を用意するかっていう中の一つの中に、ディープラーニング、深層学習も含まれているというような形になっております。これですね、それぞれ、じゃあなんでこんなにいっぱいあるんだっていう話なんですけど、なかなか、現実世界のすべての情報っていうのは再現することができないので、いろんな方法がうまく、正解率が高いものですとか、あるいはですね、中でどういっ
判断を行っているのかっていうのが人間にとって理解しやすいかなどですね、様々な要因に基づいて、じゃあこの場合はこういった、手法を使いましょうといった判断を、行っていくような形になっております。ではですね、じゃあその中身、実際にどうなっているのよっていうところですね。この辺のお話をさせていただきます。まずですね、機械学習、で実現可能なタスクっていうのは大きく分けてですね、3つになっております。こちらですね、教師なし学習、教師あり学習、教科学習といった3つで最近は分けられることが多いです。で、これらどういうふうに関わってくるかというと、えーデータ、どういったデータを利用するかっていう部分と、どういった出力を得たいかっていう部分で、用途が変わってきます。まずですね、教師なし学習といった話になります。こちらはですね、データの中にですね、何が正解なんだ、何ができれば正解なんだっていう明確な情報がありませんと。状況の中にですね、データの規則性っていうのを、そうですね、その規則性をデータを使ってですね、見つけ出すっていうような要素が、含まれるような手法になります。こちら、最も、古典的な例ですと、クラスタリングと呼ばれる手法ですね。データをいくつかのグループに分けますと。で、その中のそれぞれのグループっていうのはどういった性質の、データでグループ分けされたんだっていう部分は、後からその実際にグループ分けされたものを見てですね、人間が解釈します。ですとか、あるいはですね、ディープラーニングの手法で言いますと、ディープラーニング比較的初期の頃から使われておりました、オートエンコーダーと呼ばれる手法なんかもこちらに含まれます。ではですね、実際にじゃあ、教師なし学習どういった場面で使われるんだっていうところを、いくつか紹介していきます。まずこちらですね、今の AI ブームと呼ばれる前ですね、データマイニングと呼ばれる時代からですね、比較的有名な、ものになるんですが、こちらですね、アメリカのスーパーでですね、実際に買われた商品っていうデータを分析したところ、週末にですね、ビールと紙おむつがよく一緒に買われてるっていうことが分かりましたと。これですね、今までこういったスーパーですが、小売店っていうところ、じゃあどういったものが一緒に買われてるんだっていうのは、比較的、社員の感覚ですとか、あるいは、実際によく見るよねっていうような、大抵そうだよねみたいな組み合わせとかっていろいろ想定されるんですが、まさかこの2つを一緒に買うのが非常に多くあるっていうのは想像してなかったけど、データを見たことによって分かったっていう、有名な例になります。こちらですね、教師なし学習っていうところで、1回の買い物、レジ通した時のですね、買い物の、情報の組み合わせっていうのを、見ていくことですね。その組み合わせだけで、よくある組み合わせ何をっていうのを出した結果になっております。じゃあこれ、なんでこういうことが起こってたのかっていうと、週末ですので、休日に飲む用のビールを買いに行くついでに、おむつのお使いも一緒にしていた。といったような状況があったようだということがここから判明しました。続いてですね、こちら、ディープラーニングなんかを活用した例になっております。こちらもですね、一時期話題になった、例になりますが、Google がですね、ですね、YouTube、あれ動画ですが、中身的にはその、コマごとに割り振られた画像の連続となっておりますので、その画像を大量にですね、ディープラーニングのオートエンコーダーという仕組みに食わせたところですね、これが猫だという情報を自動的に獲得しましたといった仕組みになっております。こちらですね、ただひたすら本当にディープラーニングにその画像をひたすら与えてただけなんですね。で、この仕組みが、それが猫だっていうのを認識したわけではないですし、明示的にこれが猫ですって教えたわけではないんですけど、こちらですね、この青い丸が、入力の部分ですと。に対して、この、ピンクの丸っていうのが出力の部分なんですけど、こちらの仕組みですね、何をしているかと言いますと、この入力として与えられたものですね、を
より少ない情報だけで表した上でもう一回再現できるかっていうのは、ある意味連想ゲームのような仕組みを、実現するための要素になってるんですね。で、こういったことをしたところ、この真ん中の2つの部分ですね、こちら、猫っていうのはどういう特徴を持っているのかっていうのを、自動的に獲得したというような仕組みになっております。こちらの部分ですね。で、なんで、猫、これが猫ですってこう答えたわけではないんですけど、これらは何かしら共通の特徴があるような、同じものだっていうのを認識できるようになりましたと。で、それからですね、こちら、オートエンコーダーを使ったような、もう一つの例なんですけど、こちらですね、こちらも非常によくある異常値検出。何らかの、例えば、工場の、画像ですとか、数値化された情報ですね、っていうのを、こう与えていきますと。そうしたときにですね、こちら、与えた情報を少ない情報でもう一回再現するっていう仕組みでですね、なかなか、異常値っていうの出てきづらい、異常値検出の問題点って、なかなか異常値になる値が出てきづらくて、何が異常なのかっていうのを学習させるのが難しいっていう部分があるんですが、こちらのやり方ではですね、正常な値っていうのをひたすら、学習させますと。したときに何らかの異常値が新たに入ってきたときにですね、こちら、もう一回再現するって、異常値今まで学習できてないんで、うまく再現できないんで。ってことは、こいつらはきっと異常値だろうっていうような仕組みに、利用可能な状態になりましたと。いったような使い方が、されております。ではですね、続いて、教師あり学習という部分になります。こちらは何をするかと言いますと、データですね。データとそれに対応する正解ラベルというものを与えてやります。先ほどの例で言いますと、画像、先ほどですとなんか猫の共通点を自動に見つけたといった部分なんですけど、こちらはですね、画像と、じゃあこの画像に映ってるのは猫ですとか犬ですとかっていった正解になる情報をセットで与えてやりますと。で、特定のデータが与えられたときに、それが猫だって正解できるように学習させていくような仕組みになります。こちらですね、じゃあ何を予測するかっていった部分で、予測したいものに応じてですね、主にですね、2つないしは3つというのやり方がありますと。まずはですね、回帰と呼ばれる、何らかの数値を予測するような問題ですね。例えば、いろんな情報を与えて、来月の売り上げはどうなりますですかとかっていったような数字を予測するもの。それから、日分類と呼ばれる、イエス、ノーの2択で回答できるものですね。こういったものを予測します。こちら有名な例ですと、メールのスパムフィルターのようなものですね。で、それから立ち分類というところで、複数の、選択肢の項目のうちどれが正解かっていうのを学習させて予測できるようなものになっております。こちらですね、どういった形でやっていくかといいますと、こういった形でデータとこれが正解ですと。データがこれが正解ですっていうのをまず最初に、学習させて、正しい答えを出力できるような、仕組みを実装しますと。で、学習が終わった後にですね、じゃあ利用しますっていうタイミングでですね、この人がじゃあこのデータだとどうなりますかっていうのを与えてやると、こっちが正解ですっていった情報を出力できるような仕組みを実現するような形になっております。ただですね、教師あり学習ってどういった形で使われるのかっていうところなんですけど、まずですね、最も皆さん普段からよく見られ、よく目に入るかなっていう部分ですと、レコメンデーションですとか、あるいはパーソナライズって呼ばれる領域ですね。こちら、先ほど教師なしで、ビールと紙おむつの例を紹介して何が違うんだっていう部分もあるかもしれないんですけど、こちらですね、レコメンデーションっていう部分で、過去に、この商品を買ったっていう人は実際に別なこの商品も買いましたっ
っていうところで、商品 A の後に商品 B を買うのが正解ですみたいな情報を、教えていくような仕組みと想像していただければいいかと思います。こちら、レコメンドが、こんなに、有名かっていうところなんですけど、もちろんですね、普段よく目にするから非常に分かりやすいっていうところもあるんですけど、こちらですね、最初に AI を導入する上で非常にやりやすい領域っていうところがあります。実際にですね、こちら、いくつかアメリカの例になるんですが、成功した例というところでですね、実際にですね、ネットフリックスなんかですと、実際にじゃあ動画を視聴しますってなったときに、じゃあ、どういった経緯でその動画にたどり着いたのかっていうところで、各動画のアクセスのうち、大体全体の3分の2っていうのはレコメンドされたものを表示しておりましたと。それから、Google ニュースなんかですと、レコメンドされた記事っていうのを、出すことによって、各記事のクリック率っていうのが38%も上昇しましたと。あるいは Amazon なんかですと、全体の売上のうち35%ぐらいはレコメンドした商品を購入したっていう状態になっております。こちら、2014年の資料ですので、少々古くなっております。そのため、現在はもっと、より精度が向上しているなども考えられます。特にですね、この後、AWS のサービスなんかも紹介するんですけど、Amazon なんかですと、ディープラーニングの手法に切り替えたことで、かなりこのレコメンドによる性能が向上したという話も、実際に上がっております。でですね、こちら、レコメンドってなぜそんなに、よく利用されるのかっていうところなんですけど、レコメンドが一番やりやすい部分っていうのは、ほとんどですね、既存の仕組みに対してプラスアルファになるので、既存の仕組みを壊すっていう可能性が少ないですと。それからですね、レコメンドするものっていうのが、よっぽど、何らかの不快なものとかっていう形でもない限り、興味がないからものが仮に出てきたとしても、それでマイナス評価されるってことはほとんどないんですね。一方で、プラス、より興味のあるものが出てきたときにですね、それが非常にプラスに働くっていうところで、このレコメンドっていうのは AI の導入として非常にやりやすい領域になっております。でそれからこちらはですね、画像認識の例ですね。こちら、実際の、パン屋さんの例になるんですけど、こちらはセルフレジですね。トレイの上にパンを置いて画像認識させると、会計、何のパンを買ったから会計いくらですっていうのを画像認識で自動的に行いますと。こちらに関してはですね、一つ、このパンの例っていうのは、パン屋さんの例って一つ面白い例になっておりまして、実はこちら、ディープラーニングでやるとなかなかうまくいかなかったっていう例になっております。で実際、弊社でもですね、商品の解析、物体検出っていうのを以前行ったことがあるんですが、そういった特定のパッケージングされた商品っていうのは非常にうまくいくんですが、こちら、こういった自分で、トレイに置いて買うようなパンですと、そもそも一個一個パンの形ですとかが、毎回一緒とは限りませんよですとか、あるいはですね、一回に焼く量っていうのが、植える量に依存しますので、じゃあこれを、ディープラーニングで学習させるための十分な画像が得られるのかって言われると、そんなことがないなどの形で、ディープラーニングではない別な AI の手法を使うことによって実現しましたといった例になっております。それから、こちらもですね、こちらはですね、逆にディープラーニングの導入によって非常に精度が良くなったと言われる部分ですね。機械翻訳の部分になります。こちらですね、こちらは、従来ですと、文章中の単語の対応関係なんかを作ってやってですね、それと、文章の構造をうまく、解析して、翻訳を行うというのが従来の手法だったんですが、こちらですね、ディープラーニングを活用することによってですね、文章をディープラーニングに投げると、内部でその複数の言語間での対応関係っていうのを学習した情報を持っててですね、文章を投げると、文章を返してくれるみたいな、大雑把に言うとそういった仕組みが実現可能になってですね、
こちらの実現によって、機械翻訳っていうのがかなりの精度で実現できるような仕組みっていうのが現在できております。それからですね、こちらお使いの方も、多いかと思いますが、音声認識なんかの領域ですと、最近ですとスマートスピーカーですね。こちらも、音声で、デバイスについたマイクに喋りかけると、それを音声でですね、実際に、文字起こしして、その中で、内容を解釈するといった仕組みですね。これによって、デバイスが人間と対話するような仕組みっていうのも、実現可能になってきております。ですね、最後の1個、こちら、強化学習の部分になりますと。強化学習、先ほどの2つ何が違うかっていうところなんですけど、教師あり学習のように、何らかの明示的な正解情報というのは与えられておりませんと。ただ、完全に何も情報を与えられていないかというと、そういうことではないですね。何らかの、行動を AI が行いますと。そうした結果、その行動した後の結果っていうのが、いい方向に向かったのか、悪い方向に向かったのかっていうのの基準だけ決めておけば、いいというような仕組みになります。こちら、その仕組みに基づいて、いい方向に向かえば、プラス、悪い方向に向かえばマイナスの評価を与えていって、その中で、そのプラスに、どんどんプラスにしていくような行動っていうのを獲得していく、そういった仕組みになっております。こちらの仕組みですね、よく、有名な例としましたですね。例えば、最近ですと、囲碁で人間の世界チャンピオンに勝ちましたとかっていう話もありましたが、こちらですね、行動、実際に碁を打つですとかっていったような、その打った前後の行動っていうのを評価していく。で、自分が勝ちに近づけば近づくほどプラスになっていきますよというような仕組みを、活用しているようなものになっておりまして、これ、なぜ囲碁がこんなにすごいと言われているのかと言いますと、機械でですね、こういった、ゲームを解くときにですね、問題になるのがですね、じゃあどれだけ、えー手を打つときの選択肢があるかっていう部分で、ですね、すでに、現在の AI ブーム以前から、行われていたチェスですとか、あるいはオセロのようなものって、比較的、まだですね、手の打てる数、選択肢のがそれほど多くないのに対して、将棋なんかですと、一度取った駒を復活させれるですとかっていうような形で、選択肢が非常に多くなったりですとか、囲碁に至ってはもう本当に、あのーほぼ無数と言ってもいいぐらいの選択肢の幅があるっていうところで、まだまだ、じゃあ人間と対等に戦うっていうのは先だろうと言われてた領域で、一気に、対等に戦える領域に向かいましたと。それからですね、こういった盤面上のゲームの他にですね、レトロゲーム、ブロック崩しですとかっていうようなレトロゲームっていうのも AI で解けるようになってきております。これらですね、実際に、やられた方がいるかもしれないんですけど、ディープレーサーっていうものが AWS 出しておりますが、そういった形ですね、自動運転のための技術の一部としても使われ始めておりますと。こちらですね、どんどん、決まったコースを走るように、うまく走れれば、どんどん報酬が上がっていくという仕組みで、学習を行っていくようなものになっております。はい、では最後にですね、AWS のサービスとツールに関して紹介させていただきます。まずですね、こちら AWS 公式に出している、AI、ML 系のサービスのスタックになっております。こちらですね、いくつかのレイヤーに分けられまして、まずこちらですね、比較的容易に使えるものとしまして、すでに学習済みのものを用意されていて、それを使うだけのものといった形になっております。こちらですね、学習させる対象がかなり汎用的にできますので、例えば画像ですと、犬ですとか猫とかっていったものをあらかじめ、学習させやすい領域になってるんですね。そういった形で汎用的に使えますと。ただし一方でじゃあ、犬の犬種まで判断したいですとか、
あるいは、もっと自分たちが判断させたい領域はそうじゃないんですとかってなった場合には、このサービスだけでやるのがちょっと難しくなってきますよとかっていったような仕組みで、ある程度ですね、一般的に使える範囲では使えるけど、より込み入ったことをしたい場合は、別途自分たちで仕組みを用意する必要があるといったようなサービスになっております。ですね。それからですね、そういった自分たちで仕組みを用意する部分において、ベースの部分っていうのを割と提供してくれるようなサービスがこちらになります。こちら、レコグニッションですとか、コンプリヘンドとか、先ほどもあったんですけど、こちらはですね、カスタムラベル、先ほどの犬とか猫、例えば、犬、猫、牛、豚みたいなのがあった場合に、標準で用意されているのに、例えばじゃあ豚がなかったとしたときに、じゃあ自分で豚を追加しますよとか、っていう部分を新たに学習させるとかっていう仕組みが可能になっております。でそれからですね、こちら、フォアキャストパーソナライズっていう部分なんですけど、こちらに関してはですね、実際に、カスタマイズ、自分たちでモデルを作ってやる部分の要素が大きくなる部分ではありますが、一方でですね、非常によく使われるっていう部分で、実際にですね、Amazon の中とかでもですね、使われているようなロジックっていうのをそのまま、データさえ渡せば使えるような仕組みとして提供されたようなサービスになります。でそれから最後ですね、こちらも本当に自分たちで全部一からやりたいですっていった人向けのサービスになっておりまして、まずですね、政治メーカーですね。こちらはですね、開発ですとか、実際に動かす環境みたいなのを提供しますが、中で実際にプログラムを書いて、学習を行うとかっていった部分は自力で実装するような仕組みですね。で、それからですね、環境自体も自分で用意したいってなった場合は、このディープラーニング AMI というものがありますので、こちらを使って EC2 インスタンスを立てることでですね、よくデータ、AI でですね、利用されるようなライブラリなどがあらかじめインストールされたものっていうのが活用可能になっております。はい。それからですね、ちょっとなかなかハードルが高いなと思われた方には、こちらですね、アルタリクスというツールもありますと。こちら、ノンコーディングにですね、こういうことを実現しますっていうツールをドラッグアンドドロップで、そうですね、実装していくだけで、あまりプログラムがわからない人でもですね、簡単に、データ分析が可能になるようなツールになっております。こちらはですね、主に、専門家というよりですね、先ほどの最初の3つの、円のやつでいうと、このビジネスユーザーっていう部分が、ある程度データサイエンティストですとか、データエンジニアに頼らなくても、ある程度は自分たちでやりたいとなった場合に、非常に有用なツールになっております。はい。では最後、本日のまとめですね。はい。本日はですね、AI 活用の、セミナーということで、必要な要素ですが、スキルセットという部分を解説させていただきました。まずですね、AI という言葉ですね、厳密には、これが1位の定義ですというものは存在しません。で、その中でですね、汎用型 AI と特化型 AI というものがあり、現在主に使われているのは特化型 AI ですと。それから、AI をビジネスで、利用するためにはですね、ビジネスも含めた3つのスキルセットというのが重要になってきますよと。あとは、機械学習、教師あり学習、教師なし学習、教科学習というものがあって、それぞれ、どういった場面で利用できるかというのを解説させていただきました。最後にですね、AWS の AI サービスですとか、アルタリクスというツールを紹介させていただきました。であとはですね、こちら、AWS の、AI、ML サービスって実際にじゃあどう使っていくのよっていった部分のセミナーも今後開催させていただく予定となっております。まずですね、第1弾としまして、Amazon Forecast を使って時系列予測を行うといった内容ですね。こういったものをですね、実際に行っていただく予定となっております。詳細に関してはですね、弊社ブログデベロッパーズ IO で後日掲載させていただきますので、こちらの情報をご参照ください。はい、それからですね、データ分析、AI、機械学習導入、あるいはそれを実現するための様々なツールっていう部分、弊社様々、技術提供ですとかツール提供を行っておりますので、ご興味がある方はぜひ、お問い合わせください。はい、以上で本日の内容を終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。